はい、皆さんこんにちは。畳職人のタミーです。今日もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、畳の制作動画になります。以前、お寺の、書院っていうお部屋のね、大きさを測りました。動画はこちらの方になりますので、またね、チェックしてみてください。では、下の概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、見ていただければいいかと思います。で、今回はね、その書院のお部屋、10畳のお部屋なんですけども、その10畳の、お部屋の畳を制作していきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、それでは材料の紹介をしていきたいと思います。今回はね、こちら、材料になります。まずね、一つ、畳の表になります。これ、熊本県産の畳の表になります。ね、このひげがすごく、長いです。そしてね、目がすごく、詰まっていて、細かくてね、すごく綺麗な畳の表です。ね、こんな形で、よいしょ。ね、ハンコが押してあったりね、シールが貼ってあったりしていて、熊本県産のね、畳の表になります。で、縦糸は、ちょっと分かりにくいんですが、面と麻と2本入っているやつなんで、かなりね、丈夫な畳の表、しっかりしたやつですね。はい。で、次は、畳のヘリですね。こちらになります。面のヘリです。はい、面ヘリと言いますね。これ一見黒く見えるんですが、これ実はね、ちょっと、茶色というか、小豆色というか、をしています。畳屋さんの中ではクリチャっていうふうに言ってますね。模様は全く入ってない無地のヘリになります。はい。で、こちらヘリ下紙になります。はい。ヘリの下に一緒にね、縫い込む、紙になります。はい。で、次はこちら。はい。こちら。はい。これは、頭板って言って、畳のね、床を強化するものです。これはね、こちらの動画の方を見ていただければいいかなと思います。頭板。このようにね、ヒノキの板でできていて、穴が開いてます。はい。2枚ありますね。はい。両端につけますね。そして、畳の、防虫シートになります。稲わら使うのでね、この防虫シートで、虫を防ぐという形になります。マイトスタットっていうね、ものになります。こちらもね、動画がありますので、またチェックしてみてください。そして稲わらですね。これは材料というか副資材です。畳を作るにあたってね、こういう副資材があると、すごく、綺麗に仕上がったりすることができるので、こういったね、材料を今回は使って畳を作っていきたいと思います。よしと、やっていきましょう。はい。はい、それではね、畳の方を作っていくのをね、解説していきたいと思います。まずね、今、畳の床の上に置いたのが、頭板っていうヒノキの板です。これは何に使うのかっていうと、畳のね、床を強化するためのものです。畳にね、板を縫い付けていくということですね。で、今、畳のね、向きだとか、位置をね、ちょっと長さだとかっていうのをちょっとね、確認しています。で、板を縫い付けるのにもね、向きもありますので、その辺もね、きちっと確認していきたいと思いますね。で、長さを測ります。この長さは測るんですが、実際に畳を作る長さに比べて少しね、小さめに短めに、設定します。なぜかって言いますと、畳の表の厚みの分、約3ミリほど、1枚でだいたい3ミリほどあるんですが、それの分を控えるということになります。で、両方とあるのでだいたい6ミリほど、6ミリもいかないんですけどもね、だいたい5ミリほど、控えた、長さに設定します。実際に例えば1メートルの畳を作ろうと思って芯材を1メートルに切りました。でも畳の表が巻き込んでしまうので、その分約5ミリほど畳が長くなるということで、実際に1メートルの畳を作ろうと思っても1メーター5ミリの長さの畳ができてしまうということになるので、その5ミリ分をまず控えなければいけないということになります。で、このようにね、
定めた位置のところでね、しっかりと針で、留めて固定しています。で、この頭板っていう板はもうあらかじめ、穴が開けてありますので、その穴にね刺して、固定していくということになります。はい、これでね、長さの方が確定しました。で、次は、向かって、左側ですね。そのところに包丁で、印をつけていきます。畳のとこをね、切って印。で、あと、2箇所切っていきます。こちら側と、向こう側ですね。はい。で、次はどうするかっていうと、後ろに見えている三角形のものがあります。あれ、大金っていうものなんですけど、それを、この畳のところの上に乗せて、基準を作っていきたいと思います。はい、これですね。この大金っていうのを乗せて、基準を作っていきます。ですね。このように、2辺の基準を作ることによって歪みなく畳を作ることができる、正確な畳を作ることができるということで、しっかりと、今印したところですね、包丁で切り込みを入れて印したところに合わせて、直角の部分をね出していきたいと思います。はい、大金を固定することができたので、次は基準となる部分をね、包丁で切って切り込みを入れていきたいと思います。2箇所ありますね。まず左側、そして右側の部分を包丁で、切っていきたいと思います。これでね、基準を作ることができたので、大金を外して、今度はね、畳のところをちゃんと切っていきたいと思います。床を切る前にね、ちょっとやらなければいけないことを忘れてました。で、この稲わらのとこって、わらを40センチぐらいこう積み重ねて、それをぎゅーっと圧縮して糸で留めてあります。で、その糸を切ってしまうと、圧縮しているのがまた元に戻って、畳のとこが膨れ上がってくるということがあるんですね。なので、膨れ上がってくる前に、ボンドで、接着剤で、糸の部分をね、ちょっと固めてしまう。糸が緩まないようにちょっと処置をしようかなということを思い出して今やっています。これでね、糸を、接着剤で固めることによってこの畳のところがね膨れ上がってくるのを防ぐということがありますので、ちょっとねこの作業を忘れてましたのでこれを今やっています。はい、それではね、畳床を切っていきたいと思います。定規がちゃんとね、印のところに合わせてありますので、こんなね、その定規がずれないようにしっかりと、固定して、それで、切っていきます。これ切るときにね、やはり両手を使って切っていくということになります。畳のとこね、しっかりしているので、硬いのでね、なかなか片手ですんなり切っていく。ね、カッターで紙を切るっていうわけにはなかなかいかないですね。しっかりとザクザクというふうな感じで畳床を切っていきます。これも畳1回で切ることはないです。2回もしくは3回に分けて、切っていくということになります。なかなかね、この体勢がね、苦しかったりするので、うまいことを、切れないということがあるんですが、なるべくね、切る角度なんかもちゃんとして、やっていきたいと思いますね。はい。これで大体、上3分の1ぐらいを切ったので、次は、もっとね、思いっきりザクザクと切っていきます。そうですね、このような感じで、1回で切らずに2回、3回に分けて切ってい
ていく方がやはり綺麗に切れますし、垂直に切っているのではなくて、少し斜めにね、切り込んだ感じに切っていますね。で、これで3回目です。今度は切る向きがね、反対になりましたね。先ほどは手前から向こうに向かって切っていたんですが、今度はね、向こうからこちら側に向かって切っていくということになります。これでね、畳のとこを切ることができました。はい、あとはね、ちゃんとまっすぐ切れているのかだとかね、角度がきちっとできているのかっていうのを確認してやっています。でね、これで少しちょっと切りムラがありましたので、少し整えていますね。調整ですね。という形で、きちっとまっすぐきれいに切れているのかというのを確認しながら、切っていってます。はい、それではね、頭板を縫い付けていきたいと思います。位置はね、正確に合わせておかなければいけませんね。先ほど縫った位置と、頭板の、位置を、ね、しっかりと合わせて、縫っていきたいと思います。で、この時にね、ちゃんと位置も、前後だけではなくね、左右の位置もきちっと決めておかなければいけないので、この辺はね、すごく慎重にやっていこうかなというふうに思っていますね。そして、次は、畳床に切り込みを入れていきます。板がこの縫い付けの時に沈んでいくんですが、沈んでいって、ほぼほぼフラットになるんですが、切り込みを入れておかないと、そこの部分ね、沈みが甘くなっちゃって、畳に仕上がった時にね、出っ張ったりすることがあるので、この切り込み、しっかりと入れておきます。そうですね。これ正確にやらないと、ダメなので、慎重にやっています。で、この時に畳のとこの糸を切らないようにね、やっていかなければいけないので、慎重に、しかもやっています。で、次にね、畳のとこに切り込みを入れ終わったので、今度はしっかりと縫っていきます。押さえていた待ち針、穴に刺していたんですが、その穴を使うので、ね、今度は留め方を、変えて、しっかりと、畳床に固定していきたいと思います。仮留めですね、言ってみればね。これが2箇所だったのが、3箇所の場所を留めていくということになります。ずれないようにしなければいけないので、しっかりと留めていきます。はい、それでは縫っていきたいと思います。頭板をね、縫い留めていくのに、板をわざわざ割ったりだとかっていうことをすることはなく、頭板にね、ちょっと見えにくいんですが、穴が開いています。その穴に糸を通して、畳床に、固定していくっていうことですかね。縫っていくということになります。で、これもね、縫い方も本当に人それぞれあります。畳屋さんによっては、縫い方は僕の縫い方とは全く違うっていう縫い方もあります。地方にもよっても違いますのでね、一概に僕がこのやっている縫い方が正しいというわけではないかと思いますが、僕はこの、やっているのが一番いいというふうな判断をしているので、こういった縫い方をしています。今回畳を作るのは10畳を作ります。ですのでね、別の日に撮った別の畳での時に撮った、映像がこちらになります。はい、なのでね、ちょっと若干服装が違うんですよね。はい、で、畳ね、側面から上に上げてきて、このように V の字のように、針を下ろして縫っていきます。はい、で、これが、他の畳職人さん、地方によっても違いますが、僕は V 字にやっているのですが、
これが、V 字になってるんで、同じ穴に2回糸を通してるんですが、1本だけ、1つの穴に対して糸を1本通すだとか、穴の位置がね、だいたい手前の方に来ているのですが、それがね、穴の位置がね、ちょっとずれていたりだとかっていう風な、縫い方をする畳屋さん、そういった地方もあります。こういった感じでね、サク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 と、ちょっと縫っていくということになりますね。はい。で、縫っているとね、今みたいにちょっとね、邪魔になるので、止めている針をずらしたりとかやってます。で、これはまあ縫っている時にね、糸の長さが、だいたい2メートルほどあるんですよね。でも実際にこれ縫ったら30センチとか、40センチぐらい、縫い進んだらもう糸がなくなってしまいますので、糸をね、つないでいくというようなことになります。で、畳職人がね、糸をつなぐのって実は、結び目ができないような、つなぎ方をします。なので、結び目っていうものができないんですね。はい。そうしなければ、糸を締めているときにね、この結び目が邪魔になってしまって、糸が切れてしまったりだとか、きれいに、しっかりと糸が締まらないとか、っていうようなことがあるので、結び目ができないような、糸のつなぎ方をします。こんな形でね、せっせせっせと、右から左に向かって縫っていくという感じになります。はい、これでほぼほぼ縫い終わりましたね。終わりましたね。お疲れ様でした。この後、畳のとこを全部裏返しにして、この今縫った糸をね、きっちりと、がっつりと、締めていきたいと思いますね。それでは糸を締めていきたいと思います。使う道具はね、今右手で持った、締め鍵っていうね、道具です。それでね、糸を引っ張って、あとね、金槌でトントントンと叩いていくんですが、これ畳の上に乗ってね、床の上に乗って叩いていきます。だいたい3、4回ぐらい叩いて、しっかりと糸を引っ張りながら締めていくということになります。で、これですごく気をつけなければいけないのが、糸を、切らないようにね、金槌で叩いているので、引っ張っているのでね、糸を切ってしまう時があります。これはね、なるべく糸を切らないように締めていくということが大切ですね。あとはね、自分の足を叩かないようにとかね、いろいろありますけども、それで、ね、しっかりと、固定していくために糸を引っ張ってで金槌で叩いて締めていくということになります。それではやっていきますね。
はい、ちょっとここで不具合がありました。糸が多分抜けたんだと思います。引っ張った時にね、一番最後の糸がちょっとね、あんまり長くなかったんで、引っ張った時にね、抜けてしまったのだと思います。で、ここでね、もう一度ちょっと糸とつなぎ合わせて、修正したいと思いますね。まあね、ちょっとこういうことがあったりするとね、注意しなければいけないので、ちゃんとやっていけばいいんですがね、うまいことちょっとできませんでしたね。はい。もう一度縫い直しですね。ほどけたところがあるっていうことですね。で、このように、まあ、治ったので、まあ、最後の方だったんでね、まあ、そんなに手間かからなかったんですが、とりあえず、抜けたところは治ったので、再び再開していきます。多分あと1針か2針ぐらい締めたら終わりかなっていうところだと思いました。でこれ2針目ですね。はい。ですね。これでとりあえず、縫い終わって締め終わったので、糸をね止めています。上手にね。これでくるっと、もう一回くるっとやって糸を止めているということになります。はい。で、糸を切って、出来上がりですね。で、畳を今度ね、ひっくり返して表面に向けます。で、カシライターを締めたら少しずれてしまうんですよね。で、ずれたところを少しね、このように、定規を当てて、少しずれたのを元に戻すっていうことをしています。これでだいたいどうなんでしょう。約3ミリぐらいかな。ちょっと表に出たっていうかね、引っ張られていったっていうことがあったので、それはね、元の位置に戻して、とりあえず片方は終了ということになります。次の作業は先ほど板入れを行ったところの、境目ですね。板と床の境目のところが少し段差ができていたり、へこんでいたりっていうところで少し不具合があるので、畳の表、いぐさをね、使ってその段差をちょっと、修復というか埋めていきたいと思います。これもしこのままにしておくと畳踏んだ時になんかへこんどるなだとかなんか膨らみがあるなっていうような、感覚になります。それではやっぱりダメなのでそれを直していきたいと思います。ということで今これ、畳の表をばらしていぐさをね、だいたいどれぐらいかな、でも30本ぐらいかな、引き抜いてちょうどねその境目のところに、まあ段差ができないように段差が上手に埋まるような感じで、畳の、表いぐさを、今縫い付けているっていうところですかね。でこれをやるのにもやはりね量もしっかりと、見ていかなきゃいけません。多すぎてもダメですし少なすぎてもダメ。本当に適正な量を、やらなければいけないということですね。でこれはしっかりと、がっつりと、締めているわけではないです。まあバラバラにならない程度本当にちょっと軽い状態で糸が止まっていればいいのかなというところですね。なのでこれも固く締めることもありません。先ほどみたいに金槌で叩いたりだとか踏んだりだとかっていうふうなことをして締めることはなく、ただ手の力でちょっと引っ張って、しまっていればいいっていうぐらいのことです。ある程度融通を利かした方がいいということですね。畳のこのいぐさが使っているとねそのへこみに馴染んでくるということがあるので、その馴染みに、融通に効くような感じにした方がいいということで、あまりねガチガチに固めてしまうっていうよりもちょっと緩い感じ
緩い板ってね、そんなにふわふわになっとるわけではなくて、本当に手で締めて、引っ張って締めるということになります。で、ここでもね、やはりこのように糸がね、短くなったので、新しい糸を継ぎ足すということになります。糸を本当に無駄にしないということがやっぱりありますのでね、残り10センチであろうが、糸はつないで使うということになりますね。次は反対側もやっていきます。ということで、ここのところはカット。これで頭板を縫い付けることができました。あとね、固定して余分なところを切り取って、とりあえず、出来上がりですかね。で、今回は動画とりあえずここまでにします。で、次回またね、続きをやっていきたいと思います。ぜひこの動画がね、良かったなと思ったら、高評価の方よろしくお願いいたします。またね、続きが見たい方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。